会いたいけどダメなんです。寂しいけどダメなんです。カモが何回電話しても出ないし。おばあちゃんどこ悪いんだ？心筋梗塞で。ちょっといい？何するつもりですか？まさき、ご飯置いとくよ。ねえ、もういい加減やめない？そうやってお兄ちゃん甘やかすの。またそんなこと。あんた家族見捨てるつもり？お母さんこそこのまま家族の犠牲になってていいの？はあ？何言ってんの？昔はお父さんのわがまま黙って許して、お兄ちゃんが引きこもりになったら叱りもせず毎日ご飯作って、それでいいの？お母さんの人生。まあいいじゃないか。母さんは母さんなりに。お父さんも他人事みたいな顔するのやめてくれる？どうせ男にでも捨てられたんでしょあんた。だからってこっちにイライラぶつけるのやめてくれる？あんたブックカフェとかだってうまくいってんの？金貸してくれとか言ってもお断りだからねこっちは。何やってんの？お兄ちゃん、これからお母さんが作った料理は全部私が食べるから。いい加減にしてエリカ。お母さんやお父さんのこと何だと思ってんの？奴隷？金づる？今でも自分がエリートとか思ってんのかもしんないけど、あんたなんて今はただのクズだからね、クズ。悔しかったらそっから出てきなさいよ。何よ。いらっしゃいませ。どうしたのそれ？引きこもりの兄を罵倒したら。殴られちゃったの？すみません、お見苦しいものを見せして。気にしないで。こっちもだから。すいません。手短いね。もしもし。正和、私お前なんで店に電話かけてんだよ。ちょっと事情があってね。それに暇そうだし。それよりこの前はエリカちゃんと2人で殴っちゃってごめんね。別にいいよ。お前らの言ってることは正しいから。あれからどうしてるの？お前らに怒られて就活やめたから当分バイトでしのいでいくしかないかなって。脚本の方は？昔書いたやつ直していろんなとこに売り込もうと思ったけどなんか乗らなくて。それならプロデューサーに謝ってもう一回連ドラ書かせてもらえば？いや無理だよ。てめえに人を感動させるドラマなんか作れるわけねえって単価切っちゃったし。そんなこと言わないでさ。忙しいから切るよ。ちょっと待って。なんだよ。どうしたんですか？ブックカフェ行ったら閉まってたから。ちょっといい？何するつもりですか？すいません。いつかお兄さんに偽善者って言われて殴られたものなんですけど、妹さんを傷つけるのもうやめてもらえませんか？お兄さん、俺今33なのに牛丼屋でバイトしてます。
この前高校からの夢だった仕事自分から辞めたから。プロデューサーには偉そうなこと言ったけど、本当は自分が一生脚本書いていく自信がなくなったんです。だから就活に逃げようとして。お兄さんも分かってるんじゃないですか。このままそこにいても自分が望む場所には行けないって。だったらそこから出て近所を散歩することから始めませんか。もしかしたらお前のヒントが見つかるかもしれないし。苦しんでる者同士一緒に考えませんか。これからどこへ進めばいいか。兄さん、ちょっといい加減にしてください。お兄さん、あの子がまた暴れたらどうするんですか。まさき、この人の言うことなんか気にしなくていいからね。散歩行かないのか、偽善者。行きます。失敗した。外はこんなに寒いんだな。じゃあよかったらこれ着てください。自分の置かれた状況が身にしみるって感じだし。なんか喋れ。寒さ忘れたいから。妹のことでも何でもいいから。俺、妹さんには今までいろいろ助けてもらったんです。俺が書いた台本読んで感動して泣いてくれたり、めげそうになったらすごい勢いで「あなたなら書ける!」励ましてくれたり。昔からそうだった。ああ見えて純粋でまっすぐなやつだから。そうですね。でもそのせいで小学校の頃からクラスで浮くようになって一人で本ばっかり読んでた。こう見えても昔は仲良かったんだ。あいつはいつも笑ってる明るい子だったし。けど俺が高校入った頃からあいつのこと構ってやらなくなった。親の期待に応えるだけでいっぱいいっぱいで、妹の顔から笑顔が消えても気づかぬふりした。それ以来妹の顔をまともに見る勇気がなくなった。あいつの言ってることはいつも正しいのに、それにどう答えていいか分かんなくて。難しく考えないで今のそのまま妹さんに伝えるだけで全然 OK なんじゃん。できるわけないだろそんなの。いや、わかります。俺も自分の弱みとか知られたくないですし、自分がどんなに辛いかなんて。自分のことを応援してくれる人にはやっぱり感謝とかしないとまず。寒くて耐えられないんでコンビニ寄っていいか。俺もそう言おうと思ってました。あっちにありますコンビニ。行きましょう。何これ。
お兄さん、殴ったこと謝りたいけどうまく言える自信がまだないっていうんで、なら妹さんが好きなものでも買ってったらどうですかっつったら、それ。肉まんあったか。覚えてたんだこんなこと。俺はさ、これからどうしたらいいと思う？もう一度連ドラの続きを書かせてもらえるようプロデューサーに頼みに行くべきだと思います。愛にも同じこと言われた。やっぱり彼女が喋ったんですね、私のこと。できたらさ、もう一回言ってくれないかな。何をですか？あなたなら書けるってやつ。もしもし。俺だけど、さっきプロデューサーにもう一度書かせてくれって頼んできた。書き直した台本持って。おお、頑張ったじゃん。許してくれるかわかんないけど。大丈夫よ。正和が本気で書いたんなら。そっちは大丈夫なのか？婚約者に殴られたんだろ？プロポーズ断ったから。エリカのやつ喋るなって言ったのに。これからどうすんだ？あんたにこの前子供にピアノでも教えればって言われたけどさ、そんな自信ないし、とりあえずバイト始めたんだけどさ、お掃除サービスの。そしたらさ、その家にハルトと同じくらいの男の子の写真があってさ、それ見てたら、私は今ハルトの成長を全然見てないんだなって情けなくなって。早くハルトと一緒に暮らしたいけど、いくら考えてもどうしていいか分かんなくて。ありがとうございました。バイバイ。ユーマさん、はい。私と一緒になっておばあちゃんにひ孫の顔を見せてあげませんか？え、安心してください。怪しげな壺を売る気はないんで。ナミさん。はい。実は僕、好きな人に振られて、彼女のこと忘れようとしてあなたとお見合いしたんです。え？でもナミさんに会えて逆に良かったと思ってます。あなたとなら幸せな人生送れそうだし。
実は俺ある人と結婚しようとして式から逃げたんです。なんでかっていうと彼とうまくやっていく自信がなくなったからで。彼女のこと運命の人だって信じてたんですけど、早く結婚してばあちゃんを喜ばせたいっていう目先のことに焦りすぎて。自分の理想を押し付けて本当の彼のこと見ようとしてなかったんです。ずっと婚活がうまくいってなかったから。だから俺たちもう一緒になるのは無理だって分かってるんです。向こうの親御さんが反対するに決まってるし。いろいろな人に迷惑もかけたし、お互い別々の人と幸せになろうねって約束したんです、この前。でもばあちゃんが倒れた。ごめん、他に誰に相談していいか分かんなくて。カモは何回電話しても出ないし。おばあちゃんどこ悪いんだ？心筋梗塞でいつ意識が戻るか分かんないって言われて。今はとにかく元気になるって信じておばあちゃんにいっぱい話しかけてやれ。そうすれば意識取り戻す可能性高いって言うし。そうだな。タモには俺が連絡しとくから。おはようございます。おはよう。なんかすごいよく眠れた。私も。何ですか？なんかこうしてるのが信じられないなと思って。ちょっとごめん。え？どうしたんですか？正和から LINE でユーマのおばあちゃんが倒れたみたい。こんなに来てる。ごめん、ユーマに返信だけしとく。
何言ってるんですか。タモさん会社辞められますか。このマンションだって買ったばっかりなんでしょ。それに何より一人の自由気ままな生活捨てられますか。無理ですよね。だったら昨日のことは一生の思い出にしませんか。ばあちゃん、お願いだから早く元気になって。まだ孫のじゃなくてひ孫の顔見せてないんだからさ、俺。お兄ちゃん、ご飯よ。いただきます。私一人暮らししたいって言ってたけどやめることにした。なんで。今まで同じ女としてお母さんの生き方軽蔑してたし、お父さんみたいな男とは死んでも付き合いたくなかったし、お兄ちゃんに至っては早く死んでくれないかって思ってたけど。なんかケチョンケチョンだなみんな。でも3人とも私の家族だっていう事実からは逃げることができないから、これからは自分ができることを精一杯みんなにしてあげようと思う。だからみんなも私の生き方を応援してくれると嬉しいです。以上。お前変わったな。正和って男のせいか。あの人とは一体どういう関係なの。ただの友達。嘘つけ。正直もう忘れようって決めてもやっぱり忘れられないってことが起きて。で今は。やっぱり忘れられない。なんでここ？いいでしょどうでも。それよりなんで知らせてくれなかったのよ。だって関係ないだろもう。何その言い方。人がせっかく心配してきたのに。そんなことしなくても大丈夫だからこっちは。ああそう。じゃあ相談所で紹介してもらった人と仲良くやってれば。それなら別れたからこの前。なんで。でもまだ彼女のことが忘れられないんです。そっちこそこんなところにいる場合じゃないだろ。親の勧めた相手と結婚するんだし。それなら断ったからこの前。なんで？どうしても彼のことが頭から離れないんです。私は大人になるって決めたの。家出て一人暮らししてこれからは幸せよりもウェルビーイングでいることが目標で。何がウェルビーイングだよ。大学の頃独立するとか言って結局すぐ寂しくなって家に戻ったくせに。うるさいわね。そっちこそメソメソしててもおばあちゃんが喜ばないし、元気だけが取り柄の自分に戻ったら。うるせえな。言われなくても分かってるよそれぐらい。すいません。静かにしていただけますか。すいません。
いいから帰れよ。言われなくてもそうするわよ。わかりました。お母さんはうちで預かります。じゃあ今後一切連絡するなよ。愛もないけど友情もない男だったのかよ。なんだよどいつもこいつも。今度は誰だよ。ごめん正和、ちょっと話せる？無理だよ、連ドラの最終回の締め切り迫ってるから。そう。おじさん今忙しいって春人。は？どうしたんだよ。なんかいろいろあったみたいなんだけど、いくら聞いてもはっきり言わないから困ってたら、この子が正和に会いたいって言い出して。で何があったんだよ。なんか聞きたいことあるんじゃないの春人。なんでみんなクラスの友達をいじめるの？なんでばあばやパパはママの悪口ばっかり言うの？なんでママは僕を捨てたの？ハルト、前にも言ったけど人間ってのは弱い生き物なんだ。辛いことや苦しいことがあると人のせいにしたり問題から目を背けて逃げたりする。僕はそんな人間になりたくない。子供の頃はそう思うけど大人になるとそうもいかない。ハルトだってきっとこの辺りが嫌な気持ちになって人を責めたり暴れたくなることだってある。ちょっともっとこう励ますようなこと言ってよ。それはお前の仕事だろ。春人、ママね。ごめん。いいこと言ってあげる自信全然ない。昔春人から聞いてやれよ。え？ハルトに聞かせてやれよ。愛のピアノ。知ってるこの曲？昔春人がお腹にいた時いつも弾いてたの。どうしたの？ばあばが僕のことを探してるみたい。
またいつでも連絡してね、ハルト。僕にも見つかるかな、ママのピアノみたいなもの。え？いいとこ全然ないし、僕。ハルト、言霊って知ってるか？願ってることを言葉にすると本当にそうなんだよ。だから言ってみろ。きっと僕の好きなものは見つかるって。僕の好きなものは見つかる。もっと大きな声で。きっと僕の好きなものは見つかる。僕の好きなものは見つかる。僕は強い。僕は強い。僕には勇気がある。僕には勇気がある。僕は人の悪口なんか言わない。僕は人の悪口なんか言わない。僕は一人じゃない。僕は一人じゃない。僕にはママがいる。僕にはママがいる。もしもし。正和、悪かったな、いつかひどいこと言って。こっちこそ。さ、お父さん。俺はもうやめたよ、母さんのこと待つの。え？お前の言う通り、いつまでもそんなことしてても仕方ないし、俺はあの人が幸せでいてくれるならそれでいい。なあ、なんでそんなに好きなんだよ、あの人のこと。憎んだりしたことないのかよ。あるに決まってんだろ、そんなの。え？お前を捨てた母親だぞ。殺したいと思ったことだって何回もある。じゃあなんで？何かの本で読んだんだ。愛とは許すことだって。誰かを許すとき、人は初めて前に進むことができるって。タモンさん、あれから連絡取ってるんですか、富田先輩と。もう電話もメールもするなって言われたから。案ずるより産むが安しですよ、タモンさん。もしもし。すいません。富田しおりさんの携帯にかけたんですけど。すいません。娘は今は風呂に入ってまして。もしかしてしおりさんのお父さんですか？失礼ですけど。娘さんと同じ会社だった淵上と申します。お体大丈夫ですか？ありがとうございます。娘が帰ってきてくれて助かってます。そうですか。しおりから何か聞いてませんか？え？私の介護のこと。あの子が負担に思ってるんじゃないかと心配で。でも
僕が前にヘルパーさんに任せる手もあるんじゃないかって言ったら、たった一人の家族だから自分で面倒見たいってきっぱり言われました。なので後悔してないと思います。そうですか。何やってるのお父さん。勝手に出ないでよ。ああ、ごめん。大事な電話かと思って。淵上さんっていう人から。え？どうしたんですか？ごめん、どうしても話がしたくて。そんなことしてもこの前の繰り返しだし。じゃあやっぱり俺が長野に行くよ。そっちで仕事探したっていいし。簡単に言わないでください。私もまだ就活中ですけど、東京と違っていい会社なんて簡単に見つからないんですからね。でも今の会社に終身雇用するのもどうなんだろうって考えてたし、それにお父さんの介護だって手伝えるし。無理ですよ。介護って大変なんだから。分かってるよ。分かってない。やってみなきゃ分かんないだろ。一人でいるのが好きなくせに。一人でいても全然楽しくないんだ今。しおりさんと一緒にいたいんだ。じゃあスマホ捨てられますか？なんかあったんです？近くのビルで自殺騒ぎだって通報があって。え？来るな！来ると知るからな。ちょっと落ち着きましょう。話聞くから。もう生きてく気力がないんだよ。やっと好きな子ができたと思ったら全財産取られるし、それ知ったおふくろはショックで体壊して死んじゃうし。俺も死にたい。俺も最悪だから今。ばあちゃんは死にそうだし、好きなことは別れちゃったし、親友とも絶交しちゃったから、今までだって何回女に痛い目にあったかわからないし、白いジーンズ履いてたらナポリタンこぼしちゃうし、スーパーのレジに並んでたら自分の列ばっかり全然進まないし、映画見に行ったら近くの客がいつもいびきかいて。一体何の話してんだよ。でもやっぱり俺辛くてもバカみたいに笑ってなきゃダメだと思うんですよね。だってばあちゃんが昔言ってくれたんです。お前の笑顔は日本一だって。あなたのお母さんもきっと似たようなこといっぱい言ってくれたんでしょ。だから辛いんでしょ。でもそんなことしたらお母さん喜びますかね。きっと泣きますよ。めっちゃ怒りますよ。それでいいんですかね。これはアマリリスって言って私の好きな花なんです。一人暮らし始めたからうちにも飾ってるんですよ。そうだ、元気になったら今度遊びに来てくださいよ。
本当言うとめちゃめちゃ不安なんです。夜中寝てても今私が死んだら誰も気づかないんじゃないかとか思ったりして、それに私の人生ついてないことばっかりで、電車に乗ったら必ず居眠りした人がもたれかかってくるし、新しい靴を履いた日は必ず雨が降るし、お見合いパーティーでも私が話してた男の人はみんな用があるとか言っていなくなって。あ、ごめんなさい、またつまんない話。優馬くんが聞いたら絶対倍速にしますよね。おばあちゃんは私には人をキラキラさせるパワーがあるって言ってくれたけど、本当にそんなことできるんでしょうか、私。もうすいません、愚痴ばっかり。また来ますね。あ、今の話は優馬くんには内緒ですよ。ちょっとごめん。うん。もしもし。俺だけど今日いろいろ仕事探したんだけど、なかなかこれっていうのが見つからなくて。じゃあどうするんですか？自分で作ろうと思う。オーガニックカフェを一緒にやるっていうのはどうかな。もちろんそんな甘いもんじゃないっていうのは分かってるんだけど、目標があった方が2人で頑張れると思うんだ。前の会社での食品開発のノウハウも活かせると思うし。ダメかな？ダメじゃないです。私も組織に向いてないから、前から自分で何かやりたいと思ってたし。そうだ、店はうちを改造して作りませんか？そうすれば父の介護もできるし。俺もそう思ってた。じゃあ早く父に会ってください。え？一緒に頑張るために一緒になりましょう、タモさん。ダメかな、お父さん。ダメも何も親孝行でしっかり者の娘が決めたことなら。私は親孝行なんかじゃないから。え？東京から帰ってきた時思ったの。お父さんがもし平均寿命まで生きたらあと15年以上も介護しなきゃいけないんだって。そしたらもう私45で子供が欲しいとか思っても無理なんだ。こんな生活いつまで続くんだろうって。だからこのままだとどんどん嫌な人間になりそうなの、タモさんがいないと。娘さんとの結婚どうか許していただけないでしょうか。お父さんと一緒に暮らしながら2人で支え合って生きていきたいんです。許すも何もあなたのこと何も知らないしね。え？友達いますか？え？
こいつは親友だって胸張って言える人いますか？はい。高校時代からの友達が2人。ならいいんじゃないか、しおり。え？親友が2人もいるなら悪い人なわけないし。あ、でも今は喧嘩してて絶交しちゃってて。はい、チーズ。どうぞ。ありがとうございます。いえ、おめでとうございます。ありがとうございます。18番の方どうぞ。お願いします。ちょっと何やってんの？やっぱり結婚しよう。俺たちも。持って。タモンから連絡あってしおりさんと結婚するらしくて。じゃあ仲直りしたのタモンさんと。いやそれはまだだけど。じゃあダメじゃん。だってあは？何？いやこの前私のことなんかあっという間に忘れるわよとか言ってたけど、いくらあって言っても全然忘れないから。何バカなこと言ってんの？それに喧嘩して離れてるうちにナミちゃんが好きな人ができて結婚するとか言われたらどうしようって。何言ってんの？そんなことするわけないでしょ。だったら婚姻届だけでも出そうよ。二人の気持ちは変わらないんだし。じゃあ書類に不備がないか拝見させていただきます。お願いします。受理できません。なんで？やっぱりうちの両親にも許してもらわないと。今日は私がちゃんと説得するから。分かった。興奮しないで冷静にね。分かってる。結婚を許してほしいって言うなら無駄ですよ。こっちの気持ちは変わりませんから。ちょっと何よいきなり。ああ、落ち着いて。話だけでも聞いてやれば。早くしてください。お客様が来るので。だから優馬くんどうぞ。お願い、私まだ冷静になれないから。分かった。お二人は俺の家とか仕事が理由で反対なさってると思うんですけど、俺はうちの祖母は世界最高のばあちゃんだと思っています。警官も世界最高の仕事だと思っています。だからみんなの笑顔が消えないようにするのが自分の仕事だと思っています。そのためにはナミさんがそばにいないと全然元気が出ないんです。私今までお母さんたちに甘えて自分じゃ何も考えずに生きてきた。周りのみんなの真似したり、みんながやらないことはなるべくしないようにして。でもそれじゃダメだ。私はつまんない女なんかじゃないって優馬くんのおかげで分かったの。私には人をキラキラさせる力があるって優馬くんのおばあちゃんに教えてもらったの。だからこれからはお父さんとお母さんに頼ってもらえるような人間になりたいの。だって私が夏が好きなのは2人が毎年海水浴に連れてってくれたからだよ。カニカマが好きなのはお父さんがこっそりおいしいって教えてくれたからだよ。アマリリスが好きなのは小さい時いつもお母さんが歌ってくれたからだよ。みんなで聴こう楽しいオルゴルをラリラリラリラ調べはアマリリス
フランス土産フランス土産優しいその音色ラリラリラリラ調べはアマリリス本当にピアノ始めたんだ。上手くなったら正和に聞いてほしいって。おお。実は私もあそこで働けることになったの。講師として。よかったじゃん。正和がいろいろ助けてくれたおかげだよ。ありがとう。あ、そうだ。ちょっと見せたいものがあって。何？高校の頃書いた日記。え？あまりに恥ずかしいこと書いてあるんで誰にも見せたくなかったんだけど。あ、何これ？私に捧げる詩って書いてあるけど。若かったからね、俺も。君は僕の心の太陽。君がいないと僕の心は沈んでしまう。だから早くその美しい姿を見せておくれ。声に出すな。いいじゃん。俺は誓う。稲葉愛だけを一生愛す。俺の未来の妻。永遠に一緒にいる運命の人。はい、終わり。付き合ってた頃こんなこと書いてたの？悪いっすか。でもめっちゃ嬉しい。これちょうだい。やだよ。じゃあタモンとユーマにバラすよこのこと。何？どうしたの？いや、この前あいつらと喧嘩しちゃってさ、どうやって仲直りしていいか分かんなくて。別にいいんじゃない？悩まなくても。本当の友達だったらすぐ元通りになるわよ。あんたたちいいサンバカトリオなんだから。うるせえよ。何？俺、生まれて初めて好きになった人が愛で本当に良かったと思ってる。お前のおかげで自分はこんなに人を愛せる人間なんだって分かったから。稲葉愛が初恋の人なのが俺の人生の誇りだ。ねえ、もしかして私今振られてる？ごめん。謝らないでよ。
その代わり春人とはいつでも会ってくれる？もちろん。あの子は絶対いい男になるって思ってる。だからどんなに辛くてもあの子がいれば大丈夫。これからは私のナンバーワンは春人だから。この際だからもう一つ恥ずかしいこと言ってもいい？何？今の愛は高校の頃に負けないくらい輝いてる。ありがとう。ハグしていい？もちろん。は？なんだよそれ。俺愛ちゃんは来ないって連絡来た。あ、俺んとこも。ああ、お前らも騙されたってことか。さっき駅で聞いたら廃校になるのも嘘だって言ってたぞ。は？なんだよそれ。な、スロゴやらないか。スロゴ？スローモーションごっこの略だよ。昔よくやったろ、喧嘩して仲直りするとき。ゆっくり殴るやつ。あ、そうそうそう。行くぞてめえ、気取ってんじゃねえよ。お前はいつもうるせえんだよ。やられた。俺にも殴らせろ。お前はいつもいい人ぶりやがって。さよなさよなら。いやしかしいつまでたってもバカだな俺たち。高校の時は勝手に育っちゃってる感あったけど、今は全然成長してないですよ。俺たち大丈夫かな。10年後とか15年後。なあユーマ、どうしてあの時突然チェリー歌ったんだ？君を忘れない曲がりくねった道を行く。お前らとこれからもずっと会いたいと思ったからさ。実は俺あの時お前らが羨ましかったんだ。2人にはちゃんと夢があるのに俺にはなかったからさ。だからまたここで15年後会おうって言ってくれてめっちゃ嬉しかった。2人が夢叶えたかどうか楽しんで。結局3人とも来なかったけどな、あの時は。2人だ。来なかったのは2人だ。じゃあ正和来たのか。なんで？なんで？それお前らが俺の大切な親友だからだろ。33になっても繋がってたいって思ったからだろ。それぐらい俺にあの時の思い出が大切なんだよ。死ぬまで忘れない。俺の宝物なんだ。おお、真面目な顔してかねえ。お前恥ずかしくないのか。いや分かってるよそんなことこっちも。うわ懐かしい。
君を忘れない曲がりくねった道を行くきっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる君を忘れない曲がりくねった道を行くおいおいサビは歌わないのかいきっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて吊るしても真面目にも生きてゆける気がしたよいつかまたこの場所で君と巡り会いたい18から33まで目まぐるしく価値観が変わる15年を俺たちは生きてきた。これからもきっと甘くない人生が待ってるけど大切な人とつながっていれば大丈夫だと信じたい。こちら富田しおりさん、母です。はじめまして。はじめまして。で妹の梢。やっとお兄ちゃんの好きな人と会えた。それから父です。僕の父です。大切な人を笑顔にすればそれだけで幸せな気持ちになれる。大切な人が成長していく姿を見たらもっともっと頑張ろうと思える。ここに落としてきた。何よ、あんたたちまた喧嘩。だって信じられますこの人もう結婚指輪なくしたんですよ。だからごめんって多分すぐ見つかるから。不安や後悔はきっとやってくるけど過去には戻れない。未来はわからない。なら今を精一杯生きよう。大切な人たちと。調子どう？なんかいまいちでさ。頑張って。だから不安や後悔をいつでもやってこい。俺たちはここにいる。ここにいる。ここにいるよ。ここにいるぞ。ここにいるから。ここにいます。ここにいる。